こんにちは、深夜です。こんにちは。こんにちは。今日深夜さん何やるんですか？今日はですね、ウミガメのスープをやります。おー。と言っても何ですか、ウミガメのスープっていうのは。ちょっとアキネータークイズに似てるような感じで、こうあるお題があって、それの答えを僕が質問していって真相を突き止めていくっていうなるほど。ゲームです。僕がお題を出すってことですね。そうです。はい。僕全然知らなかったんで、はい、ヒロさんから送ってもらいました。ヒロさんが厳選して2個送ってくれたんで、なるほど。それでもう僕もこれ頭に入ってるんで、はい、僕はその深夜さんが質問してくるんですよね。そう。お題に対して。そう。で僕ははいかいいえかわからない。そう。3択ぐらいで答えれるっていうことですね。そうです。制限時間あるんですか？ないです。なしで。制限時間なくても一瞬でわかるんで僕。マジっすか？結構むずそうっすけどねこれ。やりますかじゃあ。はい。はい。じゃあやってみます。ある探検家が無人島にたどり着きました。探検家が島を探索していると一人の男と出会いました。その瞬間、探検家はこの島には他にも人がいると察知し身構えたそうです。さて、なぜそう思った？男と出会ったんでしょ？はい。で人いるじゃん。はい。いや人いるじゃん。だからいやまあでも質問にちゃんと僕ははいかいいえかわからないですけど、これ質問をちゃんとしてくれないとちょっと何もできないです僕は。人がいると思ったんでしょ？そうです。その主役の探検家の人はこの島には他にも人がいるという察知したんです。察知したも何も出会ってるじゃん。出会ってその人以外っていうことです。その人以外がいると思った。そうです。この島には他にも人がいるっていう。はい。一人の男と出会って。男と出会って。はい。なんでそれがなぜそう思ったか。むずまだ質問してないじゃないですか。いや質問なしで答えようとしたんだけど。ああ、なるほど。それだいぶ上級者っすね。男はびっくりしてましたか？僕だったらびっくりしますね。男っていうのはその探検家じゃない方。出会った男。は分かんないですね。探検家と男にしましょうかね。言葉のあれはできましたか？やり取りは。多分できないですね。探検家は命の危険がありましたか？その時点ではないです。その時点ではその男と出会った時点ではないです。ないですけど、でも今後殺される可能性がありますか？他にも人がいたとしたらその人が凶暴だったら可能性ありますよね。実際にその島には人はいますか？たくさん。いますね。たくさんか分かんないですけどいます。女ですか？いるのは。女の方もいますね。男もいる。男もいると想定できますね。その男は大人ですか？いいえ。分かった。もう完全に分かった。分かりました？はい。ちょっとでも質問が鋭かったですもんね。じゃあ正解お願いします。なんか赤ちゃんと出会った。おお、正解です。すごー。探検家が見つけた男は生まれたての赤ちゃんだったからっていう。なるほど。一応ちょっと詳細があるんですけど、探検家は無人島に着いてすぐ島の探索を始めました。前方には見渡す限りの海と砂浜、後方は小高い山となっており、木々がうっそうと茂っていました。探検家が後方に広がる密林に足を踏み入れると、布に包まれた生まれたての赤ちゃんを発見しました。その瞬間、探検家はこの子の親が島にいることを理解したのでした。簡単すぎたわ。もう結構中盤からもう分かってました？どの辺で分かったんですか？いやもう妊婦さんがいたのかなと思ったんだけど。なるほどなるほど。でも男って言ってたから、はい、
違うなと思って、そうですね。はい。まあその路線を考えてた。おお。まあこれちょっと簡単な方でもらってたんで。なるほど。もう一問激ムズ問題があるんで。はい。でそれいきますね。やりましょう。はい、行きましょう。薄暗い部屋で一人ピアニストの女性が熱心なファンレターを読んでいた。読み終わってすぐに彼女は自らの死を悟った。なぜでしょう。ストーカーが家にやってきた。違います。ピアノ、薄暗い部屋は関係ありますか？関係ありますね。薄暗いというのは夜ですか？夜かどうかちょっと分かんないですね。じゃあ電気をあえて暗めにしてたってことですか？そういうことですね。それはそのピアニスト自身の意思でちょい暗にしてたんですか？まあ意思でちょい暗っすね。ピアニストは関係ありますか？ピアニストは関係難しい。これちょっと分かんないです。どうなんだろう。ギタリストでも大丈夫。ギタリストでもいける気しますね。ドラマーは？ドラマーでもピアニストの方がハマるかもしれないかなっていう。ドラマーは？ドラマーはちょっと分かんないです。ギタリストはいける。ギタリストもいやでもピアニストが一番これちょっとそれ難しいですね。バイオリニストは？バイオリニストでもあんま関係ないです。その楽器とかはあんま関係ないかもしれない。そこまで。女の人じゃなくてもいい？女の人じゃなくてもいいですね。はい。それは誰かが殺しに来るってことですか？殺しには来ないです。病気で死ぬんですか？病気ではないです。事故で死ぬんですか？事故ですかね。自殺ではない。自殺ではないです。事故。まあ強いて言えば事故。強いて言えばこれはちょっとシアさんちょっと迷ってますね。いやもう出てます。もう出てるよ。いや絶対出てないじゃないですか。でもちょっと鋭いですね、やっぱ質問が。犬に関係ありますか？ないです。ピアニストは4人グループですか？グループじゃないです。いやそれもアキネーターの質問じゃないですか。YouTuber じゃないです。それ深夜さんです。いや深夜さん違うです。ドラマです。事故は交通事故ですか？違います。家の中での事故ですか？そうですね。手紙の内容は関係あります？関係ありますね。手紙は熱心なファンから。熱心なファンではないかもしれないですね。もう一回問題言って。薄暗い部屋で一人ピアニストの女性が熱心なファンレターを読んでいた。読み終わってすぐに彼女は自らの死を悟った。なぜでしょう。熱心なファンレターなのに熱心なファンからじゃないの？熱心なファンの可能性もありますけど。熱心なファンレターって何じゃ？わかんないです。熱心なんて何？わかんないです。言ってるやん、熱心って。熱心にファンレターを読んでた。熱心にかもしれないですね。ごめんなさい、これちょっと文が間違ってるんですけど。ヘロさんのせいかな。ヘロさんのせいです、これは。薄暗い部屋で一人ピアニストの女性が熱心にファンレターを読んでいる。これが多分正しいですね。なるほど。はい。ファンレターということはファンからでしょ？でもファンちょっとわかんないですね。ファンレターじゃなくて不安レター。不安なことばっかり書いてる。もう病んでくる。それめちゃくちゃうまいじゃないですか、篠さん。いや内容はそう不安なことではないですけど、ファンなのかなって。手紙の内容は関係ある？内容はでも中に書いてあることはあんま関係ないのかもしれないですね。じゃ手紙の内容によって死を悟ったわけではない？
でもこの人は読んでてはってしたのかもしれないですね。だからちょっと関係あるのかな。答え方がむずいです。死を悟った。はい。家の中での事故？家です。怪我する？ちょい怪我するかもしれない。ちょい怪我で死んじゃうの？はい。ちょい怪我っすね。ちょい怪我で死ぬ？死因は心臓麻痺ですか？違います。死因は出血死ですか？多分違います。死因は窒息死ですか？違います。溺死ですか？違います。焼死ですか？違います。寿命ですか？違います。事故。交通事故ですか？違います。動物に噛まれますか？違います。でも怪我は直接の死因じゃない。でもその怪我があって死ぬ可能性がありますね。でも死因は怪我のせいではない。死んだ直接の原因は。怪我そのちょい怪我のせいで死ぬ感じです。怪我というかまあ血がちょっと出るかな。毒死？はい。めっちゃもうすでに毒は飲んでる。違います。まだこれからです。これから飲まされる。いえ。自分から飲む。いいえ。飲む毒ではない。はい。これはもうちょいでいける気がしますね。いい線いってますね。ピアニストは家でピアノ弾いてた？弾いてるんじゃないですか。ここからの連想ができねえな。鍵盤に毒針がブオーってあって実はもう刺さってた。家なんですけど、家にピアノはある？はい。ピアノに毒がある？いいえ。指から毒は侵入した？はい。でもピアノに毒はない？はい。鍵盤に毒は塗ってなかった？はい。どういうこと？結構惜しいですね。だから全部のこの情報をちゃんと手紙、薄暗い部屋で一人ピアニストの女性が熱心にファンレターを読んでいた。読み終わってすぐ彼女は自らの死を悟った。なぜでしょう？その時はまだ毒は侵入してない？でも悟った時はもう侵入してるかもしれないです。でもかもなんだ。悟った時はもう侵入してますね。はい。なんやねん。手紙この後すぐ死にますね。手紙に毒があった？はい。手紙にカミソリが入ってた？いいえ。毒入りの。惜しいけどいいえ。手紙に毒があった。封切るときに毒が入った？いいえ。薄暗いから視界が悪かった？悪い。悪いは悪いんですけどっていう。関係ない？関係あるようでないようであるような。そこなんですよ。一番のポイントは。薄暗すぎて手紙をピアノと思って弾いてしまったら毒が入ってた？全然違う。薄暗すぎる。別に自分でやってますからね。多分自分でやってんのかな。それもちょっと分かんないですけどね。それめっちゃ明るかったら毒は侵入しなかった？いや多分します。
いい質問ですね今のは。今のはめちゃくちゃいい質問です。でもするんでしょ毒。明るくても暗くても。そうなんですよ結局。意味あるそれ。意味逆にあります。その手紙を出した主が毒を入れた。はい。それ恨みがあった。そこのストーリーはちょっと分かんないです。ファンレターって書いてあるんでファンは確かかもしれないですね。でも、このファンは、殺したかったから殺したっていう。ファンじゃないじゃん。それちょっと分かんないですけど。じゃあ僕ももしかしたらこの家でありえるかもしれない、そのシチュエーション。吉谷さん多分ありえないです。なんで？もう完全にありえないっていう言い切れないですけど、可能性はなんか少なそう。大さんは？少ないです。カオルさんは？いや多分ディールのメンバー全員少ないです。ハイドさんは？いや多分少ないです。100ではないですけど。なんでその人はもうそうです。そうなんだ。なんでその人だけ？いいとこに。モアさんは？いやモアさんは全然多分。なんでその人なの？職業関係ある？職業そのピアニストですよ。だからそこがちょっとむずいとこなんですよね。答えづらいとこなんですけど、関係あるっちゃあるし、でもないのかな。別にないのかな。女じゃなくてもいい。女じゃなくても別にいいです。それは間違いないです。もうでもいけるっすけどね、そこまで出てたら。毒は目に見える毒ですか？ちょっとわかんないですね。手紙に毒のことについては書かれてましたか？遠回しに書かれてましたね。手紙を読んだことによって自分が毒が入ったっていうことを認識したでしょ？はい。毒は手紙を開けた時に入った。いえ。開ける前から入ってた。ごめんなさい。毒は手紙を開ける前から入ってましたよ、もちろん。自分に毒が侵入したのは手紙を開けてから。開けてからです。開けた時。いや、開けた時は多分まだ侵入してない。読んでる時。読んでる途中に入ってきた。読んでる途中に入ってきてます。毛虫が入ってた。違います。シアさんだったら絶対買わせますよね。薄暗いから毛虫に気づかず。そうですね。明るくても別にこの人は多分死んでましたね。それがすごい、さっき言ってたそれがすごいヒントかもしれない。逆になんか楽譜と思ってた音符が毛虫だった。毛虫で違う。家にピアノがなくても死んでた。死んでます。はい。手紙を読まなかったら死ななかった。死ななかったです。紙に毒がついてた。手紙に毒がついてたんです、ね。手紙に封筒についてた。中の便箋についてた。中です。便箋に。便箋です。便箋で手切った。そういうことになりますね。全然わからんぞこれ。もうね、ほぼ出てますけどね。これは結構でもいい答え、いい問題かもしれないです。便箋で手を切らなかったら毒は入らなかった？そうです。そうなんですけど、もう絶対切っちゃうんですよ。どう気をつけて読んでても切ってしまってた。この人は切っちゃいます。だからそこさっき深夜さんとかディールのメンバーとかモアさんとかハイドさんは絶対そこは多分なんないと思うんですけど、この人はなっちゃうんですよ。手紙は読んでた、その人は。手紙読んでますよ。目は見えてた？なんで手紙読めんの？ちょっと待って。展示で見てた？はい。
もう98%。でも展示やってるからできれないでしょ別に。展示に毒が仕込んでたってこと？おお、はい。まあ正解ですね。だからそれが正解です。どういうこと？いやだからそのままじゃないですか。でこの人はで答えは、まあ盲目なんですよ。盲目のピアニストで、展示がやっぱりピアニストからこう手が動くから展示を読む、すごい読める人なんですよね。で展示のファンレターを読んでて、その展示の間に毒針が仕込まれてて、で内容で手がしびれてくるじゃないですか。毒針なの？毒針です。毒針って言って紙で手切ったって言ってたじゃん。あそこがちょっと僕はもうほぼ正解かなと思ってた。最後の文が君の命はあとわずかだ、指は痛むかいっていうので締めくくられてて、でも彼女はこの指が痛いのが毒針によるものだと気づいて死を悟った。どうですか？何のために毒針の手紙を送ったの？それは分かんないでちょっと惑わすところが多いですね。ファンではないですよね。だから単純にまあ、ファンなのかそれは分かんないですけど殺したい人なんですよ。でこの人が展示を読むのを利用して展示だから分かんないじゃないですか、読まないと、内容が、で毒針があって、それをやっちゃって指しびれてきたらもうそれは毒でっていう。なるほどね。まあちょっと分かったって感じじゃなかったですけど、まあ答え聞いたらまあ納得みたいな。だから薄暗い部屋で読んでるのもちょっとおかしい。普通だったら明るいところで読むじゃないですか。そこがちょっと伏線になってるですねこれ。なるほど。はい。ウミガメのスープでした。はい。どうだったですか、しなさん。じゃああんま現実的じゃなかったね。2問目現実的じゃないですか。そうですね。まあちょっと現実的じゃないと推理むずいですもんね。そうですね。なるほど。1問目はじゃあ結構現実的な感じで。まあ今思えば1問目も現実的じゃなかったです。まだひらめいたんですよ。そうですね。ああ、ひらめきが重要ですね。はい。じゃあまたやりましょうか。またやりたいですね。はい。なんかもしいい問題があれば藤枝くんに送ってください。いや送る場所ないです。特にないです場所。じゃあヘルオさんに送ってください。そうですね、ヘルオさんに。